2023年8月から2024年5月までシンガポール国立大学に行ってきます。メディア専攻でコミュニケーションやデジタルメディア、ジャーナリズムなどの授業を受けます。飛行機で隣になった方がマレーシアのクアラルンプールで幼稚園を経営している方で、近所の幼稚園に対抗するためにギフテッド教育を始めたなど、幼稚園経営に関わる話を伺ってとっても面白かったです。機内食のナシラマックも美味しかった。あっさりとシンガポールに着いてしまってから、タクシーの運転手さんの息子さんも NUS 卒業生で、今はパブリックスピーキングのフリーランスの講師なんだって。自営業の方の工夫のお話を聞くのはいつも楽しいです。寮に着いてみたらびっくり。ほこりが落ちてきたので猛掃除しました。ベッドとマットレス、クローゼットと棚、机、椅子、ゴミ箱がある。水色の玄関扉とその上にある丸いボコボコ雲みたいなやつ。そしてピンクの窓が可愛かった。窓からの景色、緑に囲まれてます。ゴミ箱からリサイクルへの真剣度が伝わってきて感動しました。国土が小さなシンガポールは埋め立て地が15年後に足りなくなるそうで、ゴミ問題の緊急さが伝わってきました。早速 NUS 内を探検というか散歩しました。そしてその後は現地校生が交換留学生に向けて買い物ツアーを開催してくれて、日用品とかここで買うといいとか美味しいシンガポールの店を紹介してくれて、ショッピングに行きました。バディがおすすめのタピオカ屋さんでジュースをご馳走してくれました。シンガポールに来てから初めての夜ご飯はバラのジュースとバンミエンというつけ麺みたいな平べったい麺料理を食べました。続いて寮のオリエンテーションキャンプというのが4日間あって、毎日朝9時から夜の10時頃まで、そしてその後サパート、夜食会のようなものが11時くらいまであって、1年生を歓迎するための儀式のようなものです。特に印象深かったのは、寮の紋章の鳥の形をかたどった火を燃やす伝統的な夜です。大迫力でした。他に印象深かったのは教授の皆様の生き方です。それぞれの寮で教授と住んでいるんですが、例えば医学部と法律学部でどちらの学位も取って、さらにミスコンまで参加されている教授とか、起業家で NUS のキャラクターグッズをデザインしたり、授業をしながら2人の子供と住んでいる方など、教授たちを見てこんな生き方があるんだと、たくさんのことに手をつけていいんだと背中を押されます。こちらは寮のクラブ活動紹介の様子です。私は写真クラブと水泳クラブに所属しましたが、アカペラとミュージカルがとても人気でした。それぞれの寮に舞台のステージがあるので、こうしてイベントがあるたびにライブみたいになって盛り上がります。これは NUS 全体のクラブ活動紹介の日、スチューデントライフフェアの様子です。どのイベントにもプリクラブースがあって、それはこの学校の可愛いところだなと思います。文化とスポーツ合わせて219以上のクラブがあって、私はコスプレクラブ、お化粧クラブ、日本文化研究クラブに所属しました。こうしたクラブ活動それぞれやイベントにスポンサーがいます。学生が企業に依頼して自分たち自身で資金調達しててかっこいいなと思いました。なので無料グッズやお菓子をたくさんもらいました。学期が始まるまでの残り期間は可愛い街並みを散歩して過ごしました。これは元漢方屋さんを改装した古くて可愛いカフェです。味のある壁やファサード、それから薬箱が積み重なった棚が素敵でした。ハンバーガーが美味しかったです。最後に私が通っている大学に NUS から交換留学に来てくれていたシンガポール人の友達が観光案内をしてくれて、伝統的な朝食を食べて、現地の女の子たちの間で人気なもみじを飾ったカフェに連れて行ってもらったりしました。
シンガポールのオフィス街のタンジョンパガーがこれです。なんだか少し未来都市感がありませんか？友達と夜食を食べに行ったり、チャイナタウンに行ったり、ホーカーセンターに行ったり、1週間あっという間でした。